この100円のトレイがタイルを貼ることによってこんな素敵な鍋敷きに変わります。今日はインスタグラムでライブをしました30分で作れる鍋敷きの作り方をご説明したいと思います。タイルクラフト作家の伊藤あゆです。タイルクラフト歴24年になりました。ハンドメイド作家さん向けに講師活動を一からサポートするオンラインレッスンをしております。ぜひインスタグラムの方もチェックしてみてくださいね。材料の説明をします。ダイソーで購入した木製インテリアトレイとゴムベラ、そしてタイル用の接着剤と牛乳パックのヘラを準備してください。ヨーグルトの容器なども使います。そしてペットボトルにはお水を入れておきます。汚れ防止のマスキングテープとタイル、ウェットティッシュやティッシュもご用意ください。目地剤は 80g 使います。それでは作っていきましょう。今回使うタイルは実は廃材タイルなんです。よく見ると小さな穴が開いているんですけれども、捨てられてしまうタイルを今回は活用して鍋敷きに生まれ変わらせたいと思っています。葉っぱの向きを調整しながらどんどん詰めていきます。なるべく隙間が開かないように並べるのがポイントです。並べ終わりましたらマスキングテープをこちらの枠に貼っていきます。タイルにかからないように木の部分だけにマスキングテープを貼ってください。マスキングテープは後で剥がしますので、あまりきれいに貼らなくても大丈夫です。次は目地剤を溶いていきます。私はいつもこのようなですねパックに入れてるんですけれども、湿気に弱いので、しっかり蓋ができる容器に入れて保存しておくといいです。80g をこちらのヨーグルトのパックに入れましたら、お水を入れていきます。お水はペットボトルのキャップに3倍ぐらい入れていきます。私はちょっとペットボトルがなかったので、このワンちゃん用のお薬のシロップをね使っていますけれども、必ずキャップを使って入れていってください。たくさんお水を入れすぎてしまうと後でゆるい目地となってしまってなかなか固まらないので、まずは 2,3 倍入れていきます。そしてこちらのゴムベラで最初ゆっくりかき回します。あまり慌ててかき回せるとパッと粉が跳ねてしまってお洋服など汚れてしまいますので、最初はゆっくり粉と水をなじませるように溶いていきます。ここから少し早送りになりますけれども、約3分ほど混ぜていきます。で1分ほど経つとパサパサな感じになりますので、もう1杯お水を追加してよく溶いていきます。早送りなので練り方がねよくわからないかもしれませんけれども、とにかくしつこく長くしっかりと練るというのを目標に3分ほど練っていきます。ヘラについたり容器に粉がついていたら、そちらの方も一緒によく混ぜてください。かなりドアップになってしまったのは、これはインスタのライブ配信をですねしながら撮っているので、ちょっとカメラアングルが悪かったですね。すいません。このぐらいの硬さになります。よくお味噌ぐらいという表現を使いますけれども、すくった時にポタポタポタっと落ちてしまわないような硬さです。今回はこの硬さでいきたいと思います。ヘラにすくってぐっとこの葉っぱと葉っぱの隙間に埋め込んでいきます。急にタイルの上に乗せて汚れないのというふうにね驚かれるんですけれども、後でこちらのタイルの上をきれいに拭きますので、容器の中にある目地剤をすべて乗せていってください。ゴムベラでぎゅーっと押し込んでいくと隙間なく埋まっていきます。特に四隅たっぷりと流し込んで穴が開かないように入れていきます。なぜ牛乳パックやヨーグルトの容器を使っているかと言いますと、こちらの目地剤というのはですね、あと20分30分したらカチコチのコンクリートのように固まってしまうんですね。ですのでお家にある
お皿とかボウルを使ってしまって水道管で流してしまうと、その水道管が固まってしまうという恐れがあります。ですから捨てられる容器でこのような作業をしてください。タイルの上にある目地剤を軽くかき取ってなるべく平らにしていきます。乾いたティッシュペーパーを1枚タイルの上に乗せて、このように手のひらでギュッギュッと押していきます。こうすると表面の水分がこのティッシュにつくんですね。乾きが早くなります。これ裏技なんですけれども、自然乾燥させながら、仕上げるというやり方もありますが、今回のテーマが30分で完成ということなので、急いで乾かすときにこの方法を使います。まず表面の水分を取ったら、次は葉っぱを拭いていきます。小さくティッシュを畳んで、葉っぱの上だけを最初にくるくるくるっと拭いていきます。タイルの葉脈がくっきり見えるのがわかりますでしょうか。まずはだいたい葉っぱの上をですね、軽く拭いていきます。まだ目地剤がしっとりしておりますので、白い目地剤の上をあまり強く拭いてしまうと彫ってしまうんですね。彫ってしまうとそこがへこんでしまいますので、まだ柔らかいうちは優しく一つずつの葉っぱの上だけを拭いていきます。すぐにウェットティッシュを使う方もねいらっしゃるんですけれども、まだ目地剤が乾いていませんので、ここの時点では乾いたティッシュだけで拭いていってください。葉っぱの際をしっかり拭くことできれいに仕上がりますので、大体の葉っぱが拭けたら今度は一粒ずつチェックしていきます。特にこの端ですね。端に目地がまだ残っていますので、牛乳パックのヘラを使って際を浮き出させていきます。少し軽く削る感じですね。こんな風に際を少し削ると潜っていたところが出てきます。そしてティッシュで拭いていきます。そうすると目地剤をきっちり拭くことができます。ここからは全体的に仕上げながら、潜っているところがないかをチェックして丁寧に磨いていきます。向きを変えると、ここ潜ってたなというのが分かったりもしますので、よく見ながらティッシュで拭いていきます。並べた時にもうちょっと狭くするべきだったんですけれども、今回はインスタライブをしながらであんまりよくね見えてなかったのですいませんが、ちょっと穴ぼこが開きそうな感じの空白ができてしまいました。ただ1日経ってもひび割れをすることがなかったので、しっかりと目地剤を練っているとこれぐらいの隙間が空いていてもひび割れたり穴が開くことはありませんでした。この鍋敷きの作り方で一番大事なポイントは目地剤の仕上げ方ですね。きれいに目地剤を磨くというところで仕上がりが変わってきます。なんとなく拭けたから完成というふうに思ってしまいがちなんですが、端をよく見ると葉っぱが潜っていることがありますので、しっかりと拭いていきます。30分で完成する鍋敷きなんですけれども、15分ぐらいは目地を磨いているというふうに計算をしてワークショップやイベントをしてみてください。せっかくきれいにタイルが並んでいても目地剤がボコボコだったりガサガサだったりするともったいないですよね。特にレッスンなどで生徒さんに教える方は目地の磨き方徹底して教えてみてください。きっと喜ばれます。それではマスキングテープを剥がしていきます。マスキングテープを剥がしていくとまたさらに修正点がいくつかありますので、最後までご覧ください。ここからウェットティッシュの登場です。このケースをインスタグラムのライブで出したら、どこで買えるんですかみたいにコメントがあったんですけども、これはセリアです。シンプルでね気に入っているので、こちらのケースに詰め替えて持って行ってます。ウェットティッシュで拭くところはまず木枠ですね。木枠に目地剤がついてますので、そこはしっかりと拭いていってください。そしてだいぶ固まってますので、気になるところがありましたらウェットティッシュでしっかりと拭いていきます。今拭かないとあと5分6分経ってしまうと固まってしまいますので、目地がついている木枠をしっかりと拭いていきます。はい、完成です。30分で仕上がる廃材タイルを活用した鍋敷き、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。材料などは概要欄に載せています。またインスタライブもしたいと思いますので、ぜひあよいとメロンのインスタもチェックしてください。